動輪もゆっくりですけど駆動はできますね。かっこいい。世界最大級の SL と日本最大の SL、 こんなに大きさ違うんや。ドイツレベルのビッグボーイのプラモデルですね。これを作っていきます。パッケージがめちゃくちゃそそる。レベルっていうロゴがありますけど、これはドイツのメーカーですね。87分の1。そして全長これ46センチになるんや。でかいな。でビッグボーイロコモーティブとありますね。中央にイラストが載ってますけど、めちゃくちゃかっこいいね。そしてパッケージの裏側はこうですね。箱の裏側はこれは多分製品のラインナップかな。他にもいっぱい機関車が出てるんですね。こうです。でこれね、塗料のイラストも載ってます。あとこのパッケージの側面ね、こういうところにイラストが載ってる。はい、見えるかな。塗装後の完成見本の写真が載ってますね。これだけでもかっこいいですよね。その他は英語で説明書きがありますね。なんちゃらかんちゃらって書かれてる。では出していきます。オープン。てってれー。お、すごい。ボイラーがゴロッと入ってるな。はい、これが箱の中身ですね。ちょっと見えにくいですけど、ランナーと機関車のボディとかは一体パーツがゴロッと入ってます。で説明書2枚と、でデカールですね。デカールは寄ってみるとこうですね。ちょっと文字が見えにくいですけど、車番関係とあとユニオンパシフィックの文字も入ってますね。これは完成後に貼り付けましょう。サイズ的にはね、結構大きいんですよね。いきます。てってれー。こうやね。でこの機関車のボディ部分がこれあれか、テンダーに重なってるんか。完全にはまってるけど、ポロッとすごいでかいな。機関車のボイラーだけでこんなに大きい。で淡水車もでかいですよね。あとはランナー関係かな。ランナーは2枚入ってますね。線路もついてるんですね。ゴロッと入ってましたけど、特別壊れてる箇所はなさそう。素材は柔らかい感じがしますね。機関車のサイズの割にはパーツ数はそんなに多くないはず。ボイラー部分を寄ってみるとこうやね。完全に一体の造形になってますね。ハンドレールとかもモールドやね。煙突とドームがあって、キャブまで一体成形。あとテンダーもこのように一体成形なんですね。ボイラーもそうですけど、このまま組むとだいぶプラプラすると思うんで、塗装はしたいですね。で反対側、表面に傷があったりしますけど、よっぽどのところは表面処理するかもしれませんが、基本細かい作り込みっていうのは今回しないでおきます。本当に縫って組むだけっていう感じやね。あと説明書も見ておきます。中は英語というかドイツ語になるのかな。でも組み立ての部分に関してはこのように図が載ってますね。これを見て組めば大丈夫そう。では説明書を見ながら組めるとこから組んでいきます。よし、やっていこう。でちょっと説明書と工程は違うんですけど、まずは淡水車から作っていきます。で淡水車はこのゴロッとした大きいパーツに細かいパーツをつけていくっていう感じやね。ただその前にこのバリ部分を取りたい。結構ねバリが残ってる部分があるんで、ここをまず取っていきます。本当に適当に今回は組むだけなんで、細かい部分の処理は今回はしません。はるばる海を渡ってやってきたビッグボーイね。そして説明書を見ながらパーツをカットして取り付けます。まずは淡水車の背面に前照灯のパーツを取り付ける。キュッと。ほんでさっき切り出した淡水車の2パーツをスライドして取り付ける。そしてつま面パーツも取り付けますね。キュッと。あと連結器パーツね、これをはめ込んでピュッと。あとテンダー側面に切り出したはしごパーツも取り付ける。キュッと。反対も一緒やね。キュッと。あとテンダーの台車と車輪部分も作っていきます。よいしょ。ピッと。ドローバーのパーツに台車をはめる。ギュッ。反対も一緒。ギュッと。ここも流し込みでひっつけとこう。ほんで車輪をはめるってことですね。ギュッと。反対も。はい、はまったね。そこまで台車はがっちり固定されるわけではないけど、一応ちゃんと転がりますね。あとテンダーの車輪を5つここにはめるっていうことですね。ここは接着はしないんですけど、結構緩いんで
接着してもいいし、外れへんように加工してあげるのもありかも。あとはさっき作った台車をはめる。ギュッと。はい、これでビッグボーイの淡水車の部分仮組みできましたね。これだけで結構でかいしボリュームあるな。すご。では続いてボイラー部分も組んでいきます。まずはボイラーパーツにお顔部分を取り付ける。ギュッと。これも裏から流し込みでひっつける。そして前面のベルの部分のパーツやね、これも取り付ける。ギュッと。そしてベルのパーツ、これは後で塗り分けしましょう。そしてキャブ内部のパーツも取り付ける。ギュッと。あと発電機パーツかな、これも取り付けます。ギュッと。こうやね。あと先台車も組み立てます。車輪パーツをはめてギュッと。車輪をはめて、そして反対側の車輪をはめる。ギュッ。これでいいのか。同じく10台車も左右のパーツをはめ合わせる。よいしょ。そして車輪をはめ込む。これで10台車と1000台車できた。あと全部のパーツをランナーから切り離しましたね。ここから塗装していきます。はい、ざっとボディにエボブラック吹きましたね。これだけでも艶消しになってだいぶかっこよくなるんですよね。反対側はこうです。とりあえず同じように全パーツエボブラック吹いていきます。はい、全体塗装できましたね。あとは足回りを組んでボディとドッキングなんですが、この足回りを作るのが結構楽しみでした。でロッド関係も別パーツになってて、一応駆動はするみたいですね。楽しみ。寄ってみるとこうですね。動輪部分はガイアのエボブラックを吹いてます。あとロッドに塗ったガンメタがかなりかっこよくなった。艶消し黒の中にこれが入ってるとかっこよく見えそうですけど、どうでしょうか。ではここも説明書通りに組んでいきます。枠部分に動輪パーツをはめる。よいしょ。左右から動輪をはめていくんよね。では動輪どんどんつけていきます。よし、4つ動輪つきましたね。おお、これだけでかっこいいですね。そしてここにロッドのパーツをはめます。ちゃんとパチッとはまりますね。キュッと。はい、サイドロッドがつきました。かっちょいいね。そして次、メインロッドにクランクパーツをはめる。よっ。ここも別パーツなんでちゃんと駆動するということですね。そして動輪に取り付ける。ギュッと。はい、こうやね。かっこいい。ちゃんと動輪も回転する。ただやっぱりロッドがつくと転がりは渋くなるんで、本当にスムーズに回転させたい場合は各部調整が必要という感じだね。そして側面からシリンダーのパーツを取り付ける。よいしょ。ごついな。若干穴がちっちゃいみたいなんで軽く穴をさらっておこう。これではまるかな。はい、はまりましたね。かっこいい。あとはクロスヘッドの部分を主連棒に取り付けてキュッとほいで持って先っちょをシリンダーに差し込む。はい、これでロッド部分組めました。かっこいいな。やっぱり艶消しの黒にこのガンメタが生えていい感じで、動輪もゆっくりですけど駆動はできますね。かっこいい。あとは同様に反対側のロッドも組んでいきます。はい、取り付けれましたね。かっこいいね。これで左右にロッドがついたっていうことですね。ここに先台車パーツも取り付けておきましょう。先台車をはめる。カチッと。かっこよくなったね。ではここから本体とドッキングいきます。まずこの前後の走り装置を組み合わせる。
こうか。あとはこのボディのこの底側にある穴と足回りをひっつけるっていうことですね。うまいことパーツがはまるようにしながら取り付けるっていうことやね。ギュッとはまったっぽいな。やっぱ足回りつくとごついな。最後にフロントデッキのパーツを取り付ける。よし、これでついたかな。フロントデッキを固定するとボディを持ち上げてもこのパーツが外れるということはないですね。これで一通りできたね。で、単水車と連結する場合はここか。ここの穴にはめて引っ掛ける。あれこれ今度いいの？この説明書通りに組んだんですけど、多分この10台車のこのパーツ、ここが上下逆やと思うんですよね。台車を分解したいんですけど接着しちゃったんで外れない。仕方ないんでこのチョボだけカットして上に付け直すか。はい、チョボをドローバーの上側に移植しましたね。これでいけるかな。はまりますように。よいしょ。いけたね。はい、完成しましたね。ドイツレベルのビッグボーイ。めちゃくちゃでかくてかっこいいね。存在感バッチリ。で、手前にあるのが N ゲージのパンダクロシオです。全長は 46.4 センチということで、こんな感じでかなりでかい。エンジン部分寄ってみるとこうですね。今回は本当に素組みなんで、細かいディティールアップはやってないです。塗装関係も実物通りではないですが、この艶消し黒がやっぱかっこいいね。そしてフロント部分こうです。実機はもうちょっと演出が銀色やと思うんですけど、今回はガンメタを入れました。あとベルと前照灯に色を入れてます。ほんで足回り、動輪以外の車輪にはロッドと同じくガンメタを入れてます。これをプラで組めるのがいいですよね。そして後部の走り装置こうですね。過失部分にもガンメタを入れてます。あとボイラー配管は全てモールドになってます。このハンドレールの部分もボイラーと一体造形ですね。板状になってて目立つのは目立つんですけど、そこまで気にならんかな。そしてキャブの部分こうやね。側面に車板のデカールを貼るんですけど、これは4006と4023が付属してましたね。ただどっちのデカールも若干オーバースケールで、ここの面積に収まらなかったんで切り詰めましたね。どっちも生体保存されてるんですけど、特別実写は意識せずにとりあえず貼ったっていう感じやね。そしてテンダー部分こうですね。これだけでもかなりサイズありますからね。で、車輪部分はここに台車が1つあって、その後ろに5軸ついてるんですね。最後に C62 と並べてみるとこうですね。世界最大級の SL と日本最大の SL。こんなに大きさ違うんや。ビッグボーイがいかにでかいか分かりますよね。ただこの模型はビッグボーイが87分の1で C62 は80分の1なんで同一スケールじゃないんですよね。だから実際はもうちょっと C62 がちっちゃいのか。寄ってみるとこうやね。ビッグボーイのエンジン部分だけで C62 の全長を上回るんですね。でかいな。あとビッグボーイは世界最大の SL って言われてますけど、何をもって世界最大なのかっていうのは諸説あって、このエンジン部分の全長が世界最大っていうのと、淡水車に石炭と水を積み込んだ上の総重量、これが世界最大っていう見方もありますね。その点では C62 も国内最大ではありますけど、全長は C59 の方が長かったりするんで、どの部分を見て最大というかということやと思うんですけど、とりあえずでかいっていうことですね。はい、というわけでドイツレベルのビッグボーイを組み立ててみたっていう話でした。部品自体そんなに多くないんで、組み立てはそんなに難しくなかったです。ロッド関係も一体造形じゃなくってちゃんと駆動するのがいいですよね。走行はしませんけど、かなりサイズがあるんでディスプレイモデルとしてはちょうど良さそう。僕はこのキット Amazon でポチりましたけど、だいたい3000円から4000円ぐらいで購入できるみたいです。一応動画下の説明欄にリンクは載せておきます。気になった方はぜひチェックしてみてください。終わり。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面タップすることでチャンネル登録できるんでよろしくお願いします。では、さよなら。